ゃあ、うん、SDGs11 回目、うん、11個目のゴールが、うん、住み続けられる街づくりだとあ言ってあ、まあだからこれは子供の立場からね、その子供の時どうだったか、どう感じたかっていうことで言うとね、あのまず家はまあ当時は汲み取りだったんだよ。ね、最初でどうしてるかっていうと、それを貯めててから最終的には肥料にしてって、で、まあ、畑にそれがまかれて作物ができて、っていうことでまず循環がね、できるっていうシステムだった。でゴミっていうか燃料も山に行ってで焚き木をこう取ってきて、山の木を切るわけよ、下刈りっていうかね。だから滝がたくさん出てくるんで、それをこう山から引きずって降りてきて、そしてそれを焚き木にしてまあ、薪にしてこう置いとって、風呂の燃料、それからご飯を作るかまどの燃料、ね、そしてまあこたつの燃料っていうふうにね、それも循環をしてたね。灰はまた畑にこう捨てて返してっていうことだった。だからまあ家をね、まあ、建て替えないといけないということで、家を建てるについてもね、山の木を切ってきて、そしてそれを3年とか5年寝かせて、そしてそれから、まあ、家を建てるということだったんだけど、これには山がいるわけよ。で山をね切って植林をして、まあ、100年後にまあもう一回建て替えるというようなね、構想で、まあ、うちなんかはやってたっていうふうに子供ながらに聞いて、ああそうなのか、まあこれが100年後に自分の家になるのかなっていうような、ちょうど60年前にねちょうど切って切ったんだけど、今60年経ってるけど、もう30年が経ったら家が建つかなとはちょっと思ってるのは思ってるんだけど、まあそういうふうな構想で本当に循環型のに住んでたわけ。そういう、まあそこはね集落でもいいと思う。まあうちの場合はまあ一個の家っていうことでそうやってたんだけど、ある集落でそういうふうにやってもいいと思う。まあその時にさ、けど変わったわけじゃん。変えたわけじゃん。そこの循環してたような住み方を、そこの時の変えるモチベーションというか、そのきっかけは何だったの？やっぱり戦争だったろうね。戦争が起こってまあ全てをなくしたわけですよ。家だけは残ったんだけど、まあ全てがなくなって、でそしたらどうやって生きていくかっていう時に、やっぱり経済的にある程度安いものの循環方式、時間的に短い循環方式でないとやっぱりやっていけなかったんだね。100年も待ってられないわけよ、全てを時間的に。だからそれがやっぱりそういう時間経済で、やっぱりまあうちの中では一番大きかったのは戦争、第二次世界大戦、まあが大きかった。まあ日清戦争とか昔の話もあるんだけど、まあそれはちょっと今よく聞いてるわけじゃないんだけど、まあ、今一番聞いてるのは第二次世界大戦で負けたことによってじゃなくてね、もう戦争の途中から何にもなかったわけよ。それでもうそういう循環タイプの生活っていうのができなくなったっていうことなんだよね。で戦争の後はもうみんなで少ない食べ物、少ない
もう資材を分け合って、生きていかないと生き残れない、みんなが生き残れないっていうことでね、やっぱりそういう長期の循環生活っていうのはピリオドを打ったふうに思う。まあ循環生活っていうのは本当にいい。それと家なんかに湧き水なんかがあるとね、そこ水がないと家ダメなの。でも今水道があるからいいし、燃料がないとダメなんだけど、灯油とかいろんなガソリンとかあって、みんなそれに走ったわけよ。だから昔だったら手作りの茶碗じゃないといけない、木で掘ったりっていうのが今プラスチックでストンとやれば大量に安くねできる。それでみんながある程度のレベル、機能性だけを追って生活できるっていうレベルになったと思う。自分たちもそれを使って今また少しそれが反省の時期に来てるかもしれないんだけど、そういうことで今ここ10年だね、循環型にしないといけないって言ってきだしたのは。でも循環型にするとさ、うちでもそうだったけども何百年も同じ生活続けるわけよ。それができるならね、今の生活を何百年も同じ生活できるなら循環型できると思うけど、少しでも良くなろうとするとさ、ちょっと難しいね。発展させようとすると。私の聞いた話では江戸っていうのは3000人ぐらいが300年間ねずっと維持してたらしいんだけど、もう循環型社会で全てが循環してたっていうんだけど、3000人しかいけないので人数は増やせなかったみたいよね。どうやって増やさなかったかとか何とかについてはもう私は言いたくないけど、やっぱりそういうことになると思う。いろいろね制限がね加わってくるので、どうしたらいいかというのはね、そういうことを経験した日本としてはどうしたらいいのかね。日本だけが世界で裕福に暮らすっていうことはちょっと難しいかなとは思ったりはするんだけど、以上で。